日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを見たい人はぜひパトレオンをチェックしてください。よろしくお願いします。はい。今日はスペシャルゲストに来てもらってます。この方です。どうぞ。村です。はい。ということで今日もゲストの木村さんといろいろ話していきたいんですけど、うん。この前ね、たまたまうん。渋谷に行く機会があって、で、その時に渋谷の街をこう、ブラブラ歩いてたのね。はいはい。で、そしたらね、若い人が、なんか路上で区から雇われた人みたいな人うん。に注意されてて、で、よく見たらうん。その人にお金を払わされてたのよ。へえ。うん。で、その時は、何なんだろうと、路上喫煙とか、なんか路上でタバコでも吸ってたのかなとか思ってたんだけど、その後にね、ようん。くよく調べてみたら、どうやら東京の渋谷ではね、6月1日からゴミをポイ捨てしたら罰金をうん。払わなきゃいけなくなったんだって。へえ。そう。すごいね。そう。びっくりして。俺その時知らなくて、だから俺が見うん。た若い人も多分ポイ捨てして、で、罰金を払わされたんだと思う。なるほどね。そうそうそう。で、ということでね、今日は、ゴミ問題について話していきたいと思います。はい。まずさ、この今うん。のニュースを聞いて、率直にうん。どう思った？おお。なんかまあ、罰金まで取るかっていう感じ。うん、そうだよね。なんかまあ、ポイ捨うん。て自体は元からね、ダメだよっていうのは子供の時からずっと言われてたけど、もう罰うん。金取るところまで行ったかっていう感じだよね。そうね。うん。で、前のエピソードとかでもさ、ちょくちょく話したことはあると思うんだけど、特に渋谷でイベントがあったりするときとかさ、めちゃめちゃポイ捨てする人多いもんね。ハロウィンの時とかね。いや、多いそうだろうね、そうそう。ゴミはもう。だってみんなさ、おそ酒とか飲んだりしてるわけでさ、う。うん。じゃあその空き缶とかどうするって話になっちゃうよね。うんうん。そうそうそう。うん。だから、まあ、ようやく、この渋谷区が何かしなきゃいけないってことで始めた、うん、らしいんだけどね。うん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 。で、そもそもさ、なんでこんなゴミ捨てるのってなった時に、よく聞くのがうん。さ、日本はさ、ゴミ箱めちゃめちゃ少ないっていうのがあるよね。そう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 。めっちゃ聞く、それは。そうだよね。結構、例えばインスタとか見ててもさ、日本はゴミうん。箱がないから、ずーっと一日中ゴミを持って観光しましたみたいな動画とかそう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 。あるけど、本当にそのぐらいないからね。全然、日本人ですら、うん。見つけるの難しいと思う。そうだよね。結構、コンビニのさ、ビニール袋を一日中持ち歩くってのもあるよね。例えば、一日遊んでて、で、うん。家帰ってきて持ち歩いてたカバン開けたら、買った食べ物の中、ゴミとかが入ってたうん。りして、そんなに捨てることできなかったんだな、みたいな。そう家にね。帰るまで。そうそうね。そうそう。どっかでね、捨てれたらいいなって思うんだけど、なかなかね、ゴミ箱うん。がなくて結局家に持ち帰るんだよね。そう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 ん。だって木村もこの前、日本にさ、出張で来てた時もさ、やっぱり何う。うか買っん。て、もうどこも捨てるもんないから、結局ホテルまで毎回持ち帰るっていう感じだったでしょ？そうそう、お茶のペットボトルとか、おにぎりとかサンドイッチとかお昼食べた、あうん、の、包装のプラスチックのやつうん、とかは、そう、全然捨てれてなくて、ホテル戻ってからゴミ箱を捨てれたけど、うん、そう、全然見つけられなくてさ。ううん。ん。だから結構、まあ外国人の観光客がこういうふうに文句言うけど、日本人の中でもやっぱり不便だなっていうのは思ってる人多分多いよね。で、なんでこんなにゴミ箱が少ないかっていうとさ、まあ昔あった事件で、まあそれが原因で安全対策のためにゴミ箱を減らしたっていう
経緯もあるし、まあ、やっぱり東京みたいなさ、大きい町、いろんなうん。ところにゴミ箱を置いたら、やっぱりそれを管理するのもめちゃめちゃお金がかかるから、なかなかそこに踏み切れないっていうのがあるんだけど、やっぱり、不便だね。この罰金の制度がさ、うん、ちゃんといろんな渋谷だけじゃなくて他のエリアでも、実施されてさ、で、まあその罰金で払われたお金で、ゴミ箱を増やして回収するってところにお金を回せれば、うん。システム的にいいんじゃないかなと俺は思うけどね。ああ、確かにね。もうそんだけポイ捨てが多かったら、それを資金として、で、そのお金を使ってゴミ箱を設置するっていうね。そうそう、その罰金かうん、ら出た、収入っていうか、そのお金で、うん、そのゴミを、回収する人たちを雇っうん。たりとかができるんじゃないかな、みたいな思うよね。確かにね、それももしかしたら考えてるかもしれないね。その国は。うん。そうね。うん。で、まあこんな感じでこの罰金制度が始まったんだけど、木村はうん。この制度に賛成それとも反対？まあ、賛成だね。だって、絶対俺ポイ捨てしないし。うん。本当にうん。この前俺、木村ポイステーションで見たよ。してない。絶対してない。絶対似てるやつで、たうん。だそれ。そうかもしれない。俺に似たやつ。そうね。うん。うん。まあ、ね、ポイ捨てしない人からしてみればね、別に何も変わらないもんね。これまでの生活と。変わんない、変わんない。別に。うん。うん。でね、それで罰金があったら、他の人もやっぱり罰金払いたくないから、捨てるのやめようってなって、街がどんどん綺麗になるもんね。そうね。うん。うん。まあ、それはそうなんだけどさ、ちょっと思ったのはさ、やっぱり渋谷ってめちゃめちゃ人多いからさ、こうん。のポイ捨てしてる人たちをみんな捕まえられるのかなっていう、そういう心配もあるよね。まあまあ、そうね。それは、なんだろう。この人は捕まったのにあの人は捕まってないみたいなこと言い始めたうん。ら、確かにキリはうん。ないんだけど、うんうんうん。うん。そうだよね。そういうこと言ってくる人も絶対いるだろうしね。うん。うん。ましうん。て、外国人の人たちだと、うん。なんか、その注意されたことが分からなくて、何言ってたのか分うん。からなくてね、なんうん。か、罰金にならなかったみたいになったらね、まだおかしいうん。から、そこも、そうね。まあ本当みんな同じようなルールが適用されるような方がいいんじゃないかね。そうね。やるからにはちゃんと平等にやらないと不満が出るよね。うん。うんうん。そうね。で、プラスその取り締まるのはさ、人がこううん。取り締まってるから、やっぱりそこでお金がかかるから、まあ、ある一定の意見として、まあ人をこう雇って罰金をするんじゃなくて、まず追い箱を設置した方が安いんじゃないのっていう人もいるみたいね。確かに。実際、今気になったのはさ、うん。注意する人が1うん。日何人ぐらいを罰金にさせてるのかっていうのがちょっと今気になったよね。うん。そうだよね。だからどんだけそれで効果があるのかっていうね、実際うん。どれだけ捕まえられるのかっていうのが、めちゃめちゃ少人数だったらあんまり意味なくないかって思っちゃうもんね。確かに。そうね。で、やっぱりゴミ箱が少ないっていうので、海外と比べて、確かシンガポールとかはポイ捨てにめちゃめちゃ厳しかったりとか、まあいろんなうん。大きい都市では、東京とかと比べてやっぱり公共の場でゴミ箱があったりするんだけど、やっぱりそう考うん。えると、日本の街、東京は特殊な環境だなっていうふうに思うよね。そうね。そういえば今シンガポールの話だけど、シンガうん。ポール確かね、チューインガム禁止だったと思うんだよね。ゴミとして出ちゃうからだと思うんだけど、あ、そうか。へえ、あ、だから、今そうなんだ。ちょっと調べてみたけど、そう、うん。国内では禁止で、へまあ、罰え。金がねえ、最大1万ドルになる可能性があるとかあ、そうなんだ。じゃあ全然日本より厳しいね。言って。厳しいね。ガムはね、日本、全然禁止にできないだろうね。そうね。今から禁止にするってなったらやっぱ難しいよね。うん。
なるほどね。そう考えると、じゃあ2000円っていうのは厳しくないのかもね。うん。そうね。なんかうん。国が違うからルールも違うけど、うんうん。でも今、すごい2000円だったらまだ、あの、しょうがないかな、みたいな。1万そうね。円だったらちょっとさ、うん。ってなるけどさ。2000円ぐらいだったらまあ、うん、今後気をつけるから今回は払うってなるかもしれないね。うんうんうん。でもちょっと今思ったのがさ、まあ確かに日本ゴミ箱少ないけど、じゃあ外国の都市部、大きい町でゴミ箱があるところって、そんなに綺麗かって言われると、ゴミ箱あるけど、結構汚いところもあるなって思ったんだけど、そのゴミうん。箱があったら本当に綺麗になるのっていう懸念もあるよね。うん。いや、ゴミ箱があるから綺麗になるとは俺は言い切れないな。うん。やっぱ別にシドりそう思う。ニー、今住んでるシドニーもゴミうん、箱はいっぱいあるけど、うん、そんなことはないなと思うし、うん、個人個人の気持ちの持ちようかもしれんけど、うん、うん。うん。いや、そうだとうん。思う。やっぱりそうやってゴミ箱を設置するのも大事だけど、結局はやっぱり個人個人がこう気をつけて、で、まあ、今回のね、罰金制度もそうだけど、こう国と、政府と、みんな住んでる人、民間の人が協力しながら、みんなが助け合ってやっていけば、もっと綺麗な街が作れるようになるかもね。そうだね。ということで、今日はゴミ問題について話してみました。皆さんの国ではゴミの問題がありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日のエピソードが少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。今日のエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人、そしてこのポッドキャストをサポートしたい人はぜひパトレオンをチェックしてみてください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。